3年後、4年後、ミニマリストの生活ってどんな感じで変化していくんだろうな。やっぱ若いうちからどんどん自己投資にガンガンお金を使う。みんなやっぱり飲み会行ったり、無駄に服買ったりとか、僕大学生になってたら。はい。これあんま聞いちゃいけないかもしれないですけど、はい。レッスン JP、レンタルみたいなサービスって考えてたりしますか？実はね、渋さんが思う若い世代に向けたものを減らすメリットってどんなものがあったりします？はい、皆さんこんにちは、リキトです。ってことで、竹本、引っ越しましたっていうのは嘘で、怒られる。僕の家です。そうなんです、はい。今日は特別ゲスト、僕が尊敬しているミニマリストの渋さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。すごいご紹介をありがとうございます。いやいやいや。今回のコラボ動画、なんでこんな感じで実現してるかっていうと、ミニマリスト渋さんのチャンネルの方で、僕のね、ちょっとミニマリスト渋さんに影響した男の末路っていう感じで、ルームツアーの方を撮らせていただいてるので、よかったらね、そちらの方、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらご覧になっていただけると嬉しいです。ということで、今日はですね、渋さんに聞くミニマリストの未来ということで、ちょっと僕が今22歳なんですけど、結構最近若いミニマリストさんが結構増えてきたっていうのもあって、まあ最初僕が渋さんを知ったきっかけでもある手ぶらで生きるを読んだ時にも、渋さんって本当3年後4年後もう本当、遠い未来のことをすごい著書でも書かれてて、あれ確か5年前ぐらいの、5年前で、多分ちょうど同い年ぐらい。今22になりました。ですよね。僕も本書いたのが22の頃で、そうなんですか。でまあちょうど23の誕生日迎える頃くらいに発売したなっていう記憶があるので、まあ同い年の時にあれ書いてるっていう。考えられないですね。いやいや。でまあそんな感じで、まあ僕は、まあちょっとね、今、まあだいぶコロナ禍がね、落ち着いてきた中で、ちょっとね、渋さんが今後、3年後、4年後、はたまた10年後、ミニマリストの生活ってどんな感じで変化していくんだろうなっていうのをちょっとお聞きしたくって、今回こういう場を設けさせていただいたんですけども、なんか予想とかあったりしますか？なんかコロナ禍が落ち着いたからこれが広まるっていうよりは、コロナ禍で定着していったことがもっと定番化するのかなっていう。なるほど。例えば、例えばコロナ禍で、最初ステイホームって流行ったじゃないですか。やっぱりみんな外から出られないからこう家にいる時間が増えて、で家の時間を快適にしようとか、でもっと言うならリモートワーク、遠隔での勤務がスタートしたりっていうので、結構その期間で、住宅の環境を整えたりとかで、もっと言うなら東京都とかだとステイホーム週間って言って小池都知事がそれこそなんか芸能人の方とか、それこそこんまり先生とか、ときめくものだけ残しましょうのこんまり先生とかを日本に呼んで、その片付け動画を撮ってもらって、それを東京都で公開したりとかっていう中で、期間って、結構家の中を整える、それは例えばじゃあ期間ってなんか家の中の快適グッズを買ったりする人もいれば、そもそも家が散らかってるせいで、もう片付けないと家にいるのがストレスみたいな。やっぱ物が散らかってたり物が多いと家がそもそも狭くなっちゃうからステイホームできないっていう。結構ミニマリストの人って片付けて自分の家が好きになったとかいう方はすごい。そうですよね。僕もそうですけど、僕もそうです。で逆に物減らして自分の持ち物とかインテリアもちゃんと考えるようになったとかっていう人は多いと思うんですけど、その大前提としてやっぱり快適な家っていうのはやっぱり整理整頓されたり片付けていないとやっぱり家にいるのがストレスなのでっていう点で、やっぱりコロナ禍を通してもっと家の中を快適にしたいなっていう人増えたと思いますし、リモートワークももう定着してきたからっていう中で、やっぱりその家の中を整える第一歩として物を減らすっていうのは大事なことなので、あとはもっと言うならコロナ禍、結構キャッシュレスが進んだりもしたので、タイミングで結構もう飲食店とか、それこそセブンイレブンとか行ったらなんか、キャッシュレスの支払いにご協力お願いしますっていう張り紙があったりとか、結構みんな PayPay とか使うようになったかなっていう感覚は。確かにちょっとコロナ以前ってやっぱりちょっとキャッシュレスとかに若干抵抗がある、僕ら世代だったら結構多いかもしれないですけど、僕らより結構上のね、30代、40代、50代って方はなかなかコロナ禍以前にキャッシュレスにあんまりちょっと抵抗感あるなっていう方も多分多かったと思うので、すごいいい機会になったなっていうふうには思うんですけど、なのでそれ言うと結構最近のミニマリストさんってただ物を減らしてるだけじゃなくて、やっぱりなんか家の中がすごい綺麗で、なんか物選びもすごいセンスがあってとか、少なからず
そのミニマリスト界におけるなんかそのフォロワーさんが多いとか、注目を浴びてる人っていうのは、ただただ物が少ないだけではなくて、その持ち物選びとか、なんか生活の中に工夫があったりしてっていうのがあるので、そういう意味では今後そういうなんだろうな、美観、結構見た目がすごいスッキリした、おしゃれかっこいい、スッキリしてて見てて気持ちいいみたいな。なんでそういう部屋の美観にこだわるようなミニマリストの人っていうのはなんか年々増えてきてるかなっていう。なるほど。僕で言うとなんか趣味が結構ね、アニメ見たりとかが好きだから、なんか結構プロジェクターを置いてたりしますけど、それって僕の個性じゃないですか。そういう確かに完全にそうですね。なんか大画面で見るためにもうすごい物を極限まで減らしてる。すごいですよね。で物たくさん置いちゃうとプロジェクターとか投影できないんで、まさに本当そうですね。僕はもうとにかく面倒くさがれて掃除しないタイプなんで、床に物を置かないでとか、なんかお掃除ロボットが通れるようにこういう足つきのものを揃えてたりっていうのも、僕の生活へのこだわりだったりしますけど。すごいですね。なるほど。はい、結構家の中とかインテリアこだわってくる人も増えてくるんじゃないかなとは。じゃあもうこれからの時代はもうコロナ禍によってより今までの暮らしがアップデートしていくというか、っていうフェーズに入るのかなっていう感じですかね。続いて2つ目の質問なんですけど、最近若い世代、僕らみたいな、Z 世代って言われるような世代がミニマリストになりたいっていう、目指すような人が結構増えてきたなっていうふうに思うんですけど、そういう若い人にその物を減らすメリットとかっていうのを、僕はちょっと YouTube で発信してたりはするんですけど、渋さんが思う若い世代に向けた物を減らすメリットってどんなものがあったりしますか？っていうと、もう物を減らすことで、やっぱりこう行動のハードル下がるじゃないですか。っていう点で言うとチャレンジしやすい。僕で言うと一人暮らしをしたくてミニマリストになった。で物を減らして身軽に引っ越せば、その一人暮らしにかかるお金も少ないから、そんなにフリーターの収入が多くなくても一人暮らしできるとかっていう点で、やっぱり物を減らせば減らすほどやっぱりフットワークも上がるし、チャレンジもしやすくなるしっていうところで、特に若いうちって失うものがない時期、大学生とか。わかります。で、僕とかがだからこういうなんかミニマリストのブログ書いてて、それをもう仕事にしてしまったっていうのは、もうまさにそういう低コストな生活をしてたから、もう僕本当にミニマリスト初期の頃っていうのはもう月6万円とかで社会保険費とかに生活してたんですよ。もう全部ですもんね。サブスクとか全部込みですもんね。家賃、スポーツジム代、食費、なんか光熱費、保険とか入れて6万円で生活できてたんですよ。もう本当に物少なかったし、なんかもう家賃2万円の家で生活してたんで、だからこそなんかブログで生活しようと思ったら、てかそもそもとして一人暮らししようと思ったら20万円ぐらい稼がないとやっていけないみたいなイメージあると思うんですけど。確かにサイトとかで調べると20代の平均大体20万とか前後とか言われますよね。でもそういうのを自分でなんか自分で仕事を作っていきなり20万稼ぐって相当ハードル高く感じるんですか？高いですね。会社に雇われず会社員と同じぐらいの給料を稼ぐってなかなか難しいんだけど、それが月6万とかなればちょっと自分でもできると思ってハードルが下がるじゃないですか。すごいですね。っていう点で、あとミニマリストってやっぱり物を減らす中でこれなくてもいいんじゃないかとか、これで代用できるような1個のもので複数のことに代用できるなとか、ないからこそそれこそ身軽に移動できるとか掃除が楽になるとか、そういうない状態でもっと生かそうとするので、そういう意味では例えば何かチャレンジする際に僕例えば今でこそ今の仕事会社になってますけど、なんか会社作ろうと思ったら例えばなんかもう最初から何百万何千万ってお金を用意してなんか仕事作んないといけないとかではなくて、今だったらもうスマホ1台でなんか SNS やったりとか動画編集したりとか、今ってなんかもうお金かけずにやる手段っていっぱいあるじゃないですか。確かにそうですね。すごいですよね今の時代。だからお金かけずにゼロコストでやるっていうのもやっぱりチャレンジする上で大事。お金かけすぎちゃうと失敗しちゃったお金取り返さないと。確かにそういう風でどんどん沼にはまっていきがちですけど、ゼロコストでやってると最悪失敗しても別にお金かけてないし失ったのは時間だけとか。確かにそうですね。そういう意味でやっぱりミニマムな生活してるとやっぱりチャレンジのね行動のハードル下がるのでですね。あと僕結構若い頃にミニマリストやっててよかったなと思うのが、自己投資にめっちゃお金使えたっていう
ミニマムな生活してたんでお金貯まるんですよ。っていう時に僕例えば目の手術やったりヒゲ脱毛行ったり歯列矯正やったり、最近だと筋トレやったりとか、そういうお金と時間の余力ができたから、僕自分で言うのもなんですけど結構20代の割にはその肉体改造とか美容にお金使ってるから、割となんだろうな、見た目の点でもちょっと若く見えるようになったと思うし、28の割には確かになんかそれが30代になって、ヒゲ脱毛しますとか、最近プチ整形とかも若い方結構流行ってると思うんですけど、なんかそれを30代40代である程度お金が潤ってきた時にやるよりかは、なんかどうせするんだったら早いうちにやった方が絶対いいですよね。違いいんですよ。脱毛とかマジで本当おすすめなんですけど、僕ヒゲ濃かったんで、マジで多分22歳の頃の方が老けてるんですよ。そうなんですね。青ひげ目立つぎてて、でもあれとか結構今もやってるんですけど普通に 4,5 年はかかります。そうですよね。効果出るまでというか、4,5 年は継続しないといけないんで、脱毛してもまたちょっとね生えてきたりとかしますね。そうだから継続的にいかないといけないんですけど、っていう時に若い頃ってみんなお金がないからとか言ってやっぱり後回しするじゃないですか。確かに。でもお金が若い頃時ほどやるべきなんですよ。確かにそうですね。歯列矯正も今やってるんだけどもっと早くやっとけばよかったなと思いますし、でもかといって若いうちにやっとけばとは思うけどみんなお金ない。でもやっぱりミニマリストな生活してたからこそやっぱり早くから着手できたんで、っていう意味ではやっぱ若いうちからどんどん自己投資にガンガンお金を使う。みんなやっぱり飲み会行ったり無駄に服買ったりとかみんなお金ないって言うんだけど使わなくていいことに無駄にお金使っちゃってるから、そういうとこ見直して、それこそスマホとかもドコモ au ソフトバンクじゃなくて格安 SIM とかにすれば今アハモとかポコ行けば3000円で済むじゃないですか。そうですよね。すごいですよね。やっぱそういう積み重ね、使ってないサブスク見直す、格安 SIM にする、家はコンパクトにするとかやれば若くても全然お金余力できるんで、お金貯まるんで、そうですね。そこをガンガンもっと自己投資に回すっていう、本読むとかでもいいし、時間でも、本読むとかも今図書館行くとか Amazon Kindle の読み放題とかありますよね。とか、あと TSUTAYA とか行ったらブックカフェコーヒー一杯頼んだら本読めますとか、もっとそういうことにお金使っておけば本当そうですよね。本当に若いうちに差がつくんで、だからミニマリストはよく選択と集中の美学って言われますけど、本当にそうで、だからもう生活はとにかくミニマムにコンパクトに抑えて、でもっと自分がやりたい夢とかやりたいことがあるんだったらそっちにもっとお金を回すっていう使い方が20代の若いうちからできたのは本当に良かったですね。選択と集中か。なるほど、ありがとうございます。僕が思うに、渋さんって、高卒でそのまま会社設立されてっていう形じゃないですか。もし大学生になった時の世界線知りたいんですけど。僕大学生になってたら、まず住むところとかでいうと多分めっちゃ大学の近くに住んでたんですよ。なるほどなるほど。僕それこそ一時期4畳半の家とかで住んでたんですけど、それくらいで暮らせるようになるとどこでも住めるんですよ。そうですね。大体みんな大学が都心部とかにあるから、都心部だと家賃が高いで物がたくさんあるから広い家住むために電車乗ってちょっと離れた場所に住んで電車乗って通勤するとか、別に学校に限らず会社もそうですけど、でも何か学校に行くために会社に行くためにとかで電車乗って通勤するのって時間もかかるしお金もかかるしエネルギーも取られるしっていう点で、僕は職住隣接みたいな、要は職場とか学校の近くに住んで、で、そこで生活するっていうのがやっぱり一番、学校生活にもちゃんと集中できるというか。そうですよね。よく聞くのが寝坊して学校遠いから我慢みたいな。一限とかも毎朝9時とかですもんね。今ちょっと考えられないですけど。でもミニマムな生活してると、たとえ家賃が高い都市部のエリアでも、家賃かけずに生活できるわけだから、っていう意味では僕大学生だったらまずコンパクトな家住んで、大学の近くに住むだろうな。やっぱ住む場所大事ですね、やっぱり。ですね。そっか。3つ目の質問なんですけど、テクノロジーが進むとミニマリストが生きやすくなる。まさに、渋さんとかもそうですし、僕とかもそうですけど、結構 iPhone の影響ってだいぶでかいなと思うし、これ一つで結構カメラとか、でも最悪 YouTube とかも見れるし、YouTube も実際に撮れるし、SNS 発信することも何でもできるし、本当テクノロジーが進むとミニマリストが生きやすくなるっていう文化結構あるかなっていうふうに思うんですけど、今渋さんが注目してるテクノロジー、最近結構 VR とか、チャット GPT とか、キャッシュレスとか、シェアリングとかもそうですけど、
今後ミニマリストの生活の中で暮らしに溶け込むサービスってなんかどういうのがあるかなと思って。ちょうど昨日、これ撮影日が4月の18なんですけど、昨日17日から PayPay の顔認証払いみたいなのがストーリーで見ました。なんか始まっててそれはまだなんか東京にある代々木上原のなんかヤフージャパンがやってるお店、PayPay の資本元ってヤフージャパンなんで、ヤフーがやってるお店の中でその顔認証登録しとくとPayPay の残高顔認証で勝手に引くみたいな。だから QR 決済とかしなくてもいいし、すごい。でそれのメリットって、それこそスマホとかがもういらないんですよね。スマホすらいらない。スマホの財布もいらないみたいなっていう点で、ようやく最近マスクとか外すようになってきましたけど、っていう時に、結構ミニマリストの生活ってスマホがあるからこそ、スマホでお金払ったり電車乗ったりなんかいろいろ撮ったりっていう面がある一方で、逆にスマホがないと結構何もできなくなってるじゃないですか。それこそスマホ落としたらもう今結構ね、財布持ってない人とかもいるから、そうですね。っていう中でやっぱりスマホなくても顔認証でペッてやられるのはもうまさにリアル手ぶらというか。いやそうですよね、もうそれって本当まさにミニマリストのためのサービスというか、ところありますよね。そうですね。最近気になったのは、VR とかも最近なんかいろいろ触ってたり僕はやってますしますけど、そんなに僕別に実生活で使ってるわけではない。僕もです。結構やっぱなんかアップルがもし VR ゴーグル出したらとかっていう話結構出てるかなと思うんですけど、アップルが出してくれると結構いろんな人に定着していくコンテンツなのかなと思うんですけど、なんかまだ僕、やっぱゴーグルをつけてやるっていうのが、結構重いし、髪ぐちゃぐちゃになるし、わかります。あと結構読むんですよね。わかります。あれがもっとなんかちっちゃくなったりとか、なんかそれこそコンタクトレンズとか、なんか今映像映せたりするらしいんですよ。なるほど。そうスマートコンタクトレンズみたいな。もうその先で言うとなんかやっぱりミニマリスト的に行くのであれば、なんか体の中に埋め込めるみたいな、そういうテクノロジーっていうのは、僕で言うと例えば目とかやってますからね。ICL っていう目の手術やってるんですけど、レーシックじゃなくてコンタクトレンズを目の中に埋めてるとか、眼内コンタクトってやつですね。そうですね。とか、なんか最近だとイーロン・マスクがなんだっけ、ニューラリンクっていう脳の中に電極埋め込んでそこでパソコン操作できるとか、すごっ。実際それでお猿さんが普通にゲームを空間上でポチポチ遊んでるとか、もっともう10年後20年後とかになるとそういう技術があるからスマホすら持ってないとかはあるでしょうし、なんか僕個人的に結構気になったんですけど、そういう情報ってどういうところから情報を集めてるんですか？ギズモードとか、なるほど、ギガ人とか、すごい、そういうところから見てるから、そういうテック系のメディア好きで見てるので、だからそういうところ見ると iPhone とかも、次15が出るけど、もう15のなんか大体リーク出てるじゃないですか。なんか物理ボタンがなくなる。そうですね。今横でカチカチ押しますけど、あれがタッチ式になるみたいな噂とかも、そういう情報ってテック系の見てたらもうすぐ分かるから、そういうところで拾ってますかね。あとなんか最近で言うとコロナ禍で結構シェアリングのサービスがあんまり普及しなくなったなっていうのは、そうですね。感染症対策で、それこそなんだろうな、僕よく使ってたサービスで言うと、福岡市内にあったランチパスポートじゃないな、オールウェイズランチ、オールウェイズランチ、それだっていう、なんか月額8000円払ったら1日2回飲食店の定食とかランチが食べ放題になるみたいなのがあって、結構それ使ってたんですよ。僕も使いたかったんだけど、コロナ前に終わっちゃった。コロナ終わっちゃったんですよ。そうなんかあれやった時とかもマジで全然自炊してなくて、あれやばかったですね。自炊するより外食行った方がなんか1食800円とか1000円するやつがマジで食べ放題だったんですよ。なんか逆に自炊が贅沢みたいなこと言われてましたね。そうだって冷静に考えたら外食できるんだったら外食した方が、それこそ電気代とかかかんない、洗わなくていい、お店が全部それを一度にやってくれるわけだから、それこそ SDGs 的な観点で言うと、みんなそういうサブスク流行って気軽に外食行けるんだったらそっちの方がいいよじゃないですか。そうですね、確かに。っていう点でも、結構ミニマリストってそういう自分の家で全て完結させないで街中も含めて間取りにしてシェアにするみたいなっていう方がやっぱり物を減らしやすいし、っていう時に結構外食のサブスクとかはすごい素
きで使ってたんだけど、やっぱり人が集まると良くないっていうので結局されちゃったりとか。ああいうサービスってやっぱ今後また出てくるんですかね。まあそう僕出てほしいんですよ。だから逆にもうコロナ禍収まってきたし、まあそれこそねいろいろまあ感染症対策とかも進んできたから、まあそうだからなんだっけな、服のサブスクやってる社長さんが、なんか今でこそ業績伸びてるんだけど、コロナ禍来た時にすごいピンチ感じたっていう。そうなんですね。自分がやる事業は社会にとってプラスになることをしたいからという時に、まあ、いくら儲かっても例えば感染症流行った時に服を、なんだろうな、まあ、要はシェアリングなんで、古着なわけじゃないですか。それを配送して送るってなると、まあ、それがちょっと感染のきっかけになったりするっていう点で、自分がやってることは社会役なんじゃないかみたいな。なんかそもそもその服のサブスクを受けたとしても、外出する機会がそこまで多くなかったから、そもそも服を着る機会がないっていう時もあったかもしれないし、まあ、っていう点でなんかそういうシェアリングするとやっぱり感染症の点からすると、あんま良くないっていう風潮があった中で、まあ、ようやく最近もう、ね、そうですよね、落ち着いてきたから、まあ僕とかで言うと家具のサブスクとかもっと流行ってほしいんですよね。いや思います。今最近引っ越したんですけど、やっぱね引っ越しするときに大型家財あると大変なので、最近無印良品とかでも家具のサブスクとかやってますよね。まさに林さんとかね、サブスクで契約されてたりとか。彼もなんか最初ダイニングチェアとかをサブスクで始めて、ちょうど2年経ったから今買い取るみたいな話したんですけど。そうなんですね。そうそう、まあでも別にそれ微妙だったら返せばいいじゃないですか。とか、まあなんか最近ソファーとかこういう椅子も買ってますけど、まあこういうのがもっと安くサブスクできるんだったら、例えば僕とかはこの家1年に1回引っ越そうっていうのをなんか最近決めてるので、引っ越し族からするとやっぱまあ家具はでも買いたいじゃないですか。間取りによって合う合わないとかあるし、そうですよね。でかといってまあ買ってしまうとなかなか手放しづらいっていうのもあるし、で引っ越したらまた間取り変わるからそれに合わせてこういう使いたいじゃないですか。そうですよね、確かに。っていう時にやっぱサブスクとかだとそれが手放しやすいしっていう点で、東京とかだと例えばクラスっていうサービスが、バチェラーの久保さんがやってるやつがあるんですけど、結構そういうのがあったりするんだけど、まあ地方福岡とか、まあ、大阪もないから地方都市ですらやっぱりそういう家具のサブスクとかってあんまりエリア対象外だったりそもそも使えるサービスがなかったりっていうので、もっとなんか家具のサブスクとかは、まあ、それこそ今感染症も落ち着いてきたんで、もっと広まってほしいなとかは。そうですよね。それでいうと電気とかもね、家電とかもシェアとかそうですけど、もう若い人にこそそういうなんだろうシェアリングのサービスで、まあ服とかもそうですけど、なんか買うんじゃなくってとりあえずレンタルして試すっていうことをすごいなんだろう、僕はお勧めしたいというか。確かに。いや昔なかったもんな僕が。そうですよね。一人暮らしした頃とかは。4、5年前とか全然聞かなかったですもんね。そうなんか。最近一人暮らし始めた若い友達の女の子いて、その子とか、まあ、一緒に動画撮ってるんだけど、なんかそのプロジェクターを、まあ、僕のが欲しいって言って、まあ、かといってこれ10万円するんで、気になるけど買えないけど、まあ、レンティオで月額4000円から試せたから、それで試して。そうなんですね。すごい。あれ4000円で月額楽しめるってなって、多分3ヶ月ですよね、最低。そう、縛り3ヶ月なんで。まあそれ使ってみて微妙だったら返しゃいいし、まあ、かといって別に使いたかったらそのまま使い続ければ、そうですよね。まあ実質4000円から、ね、まあ、10万円なくてもスタートできるわけだから、だいぶでかいですよね、それもとかあるので、まあ、もっとシェアリング、まあ今でも昔に比べたらだいぶ進んでるんで、そうですね。まあ中でも個人的に結構家具とかはもっとシェアリング進んでほしいなと思いますね。なるほど。それで言うと、これあんま聞いちゃいけないかもしれないですけど、レス HJP、渋さんが監修しているレス HJP って、そういうレンタルみたいなサービスって考えてたりしますか？実はね、話振ってるんですよ。本当ですか？僕もう本当なんか、一回なんかその、レンタルして試すみたいなことは結構好きで、まあ僕の家電とかでもちょくちょくやってるんですけど、渋さんのブランドでやってみるとすごい面白いんじゃないかなと思うんですけど。もうまさにそれ僕も思ってて、で、まあ、それこそちょっとね、一番高いコートとかは6万円するんですよ。そうですね。そういうのはちょっと結構ねやりたいよねっていうね話は進めてますね。そうなんですね。そう服ね、特に高級な服とかほどサブスクいいっすよね。そうですね。まさに今日僕が着ているこのシャツも
渋さんが監修されているブランドのバックレスシャツっていうシャツなんですけど、これ本当ね、ここに全部収納力が結構あって、そうだからポケットも10個ぐらいあって、これマジで手ぶら族の人からするとめっちゃいいアイテムだと思うんですけど、まあ、ただうちちょっとそんなに値安売りではないんで、まあ、これも2万あれ2万5000とかじゃない、3万だって。そうですね、はい、まあ3万円ぐらいしますね。はい、はい、っていうので、まあ、もうちょっと気軽に試せるようにっていうので、まあ月々なんか4000円からスタートしてとかだったらそうですね、試してもらいたいので、サブスクは進めたいと思ってるし、まあ、アイテム単体でもそうだけど、もっと商品数増やして、レスイズ JP を例えばまあ月々なんか3000とか4000円でもういろんな服全部試し放題するとか、そういうのは僕の構想としてはやりたいと思って。楽しみですね、はい、もう本当最近本当若いミニマリスト僕ら10代20代の方が増えてきた中で、結構いきなりね6万円のコートだったりとか、3万円のシャツってなんかちょっと抵抗あるというか、はい、本当なんかそういうレンタルとかやったらなんかブランドを知るきっかけにもなるし、こういうものってすごい便利だなってなんか新しい価値観が多分生まれると思うので、はい、ぜひそこはちょっと楽しみなところお待ちください、はい、進めてるのでありがとうございます。なんか最近で言うと女の子とかはめっちゃサブスクの、ね、サービス結構流行ってるみたいですね。そうですよね、僕の友達とかも結構聞きますよね。チャリチャリかな多分、はい、めちゃかりだ、ごめんなさい、めちゃかりっていうサービスが多分一番流行ってんじゃないかな。あれは確か多分月額3000か4000円くらいで、なんか月々3点まで借り放題で、まあ微妙だったらまた返せばいいしみたいな。確かに、まあ、女性はまさにそういうちょっとトレンドのものとか常に追ってたいみたいな、男性よりは結構、まあ、男性って大体シャツにパンツにとか、まあそうですね、そんなスタイリなんだろうな、そんな個性的な服っていうのはない、一方で女性はなんか何が流行ってるのかなんですかね、僕もちょっともうミニマリストになってからファッションに関しては無頓着になっちゃったんで、まあでもなんか例えばワンピースのトレンドでいうとなんか一時期オフショルが流行るとか、スカートの丈でいうとミニ丈が流行ってるとか、あとなんかあれ流行ってますよね、手袋じゃないですけど、はい、アームレックみたいな、そうです、アームレック、ニットのワンピースのニットのつけるみたいな、そうやっぱなんか女性の服って結構デザイン性強くて、でも結構やっぱ一過性のものが多かったりするから、まあだからこそちょっとそういうサブスクで試せるとっていうので、でも結構女性のミニマリストだとさっき言っためちゃかりとか結構ファッションレンタル流行ってるイメージあるんで、いいですよね、そうですね。ありがとうございます。ってことで、ちょっと最後の質問になるんですけど、今後ミニマリスト渋さんの生活って、まあ、2、3年後とかでもいいんですけど、まあ、10年後、もうもっと先の話でもいいんですけど、今後どういった感じで変わっていくっていうのなんか今あったりしますかね。僕あんまり未来の予定そんなポンポン立てないタイプだ。そうなんですね。なるほどなるほど。最近なんかやりたいなとか思ってるのは、もう家じゃなくてキャンピングカーで生活したりとか。すげえ面白い。なんか最近コロナでずっとこもってたからなのか、なんかちょっとまた移動したい欲みたいなのが出てきたりとかすごいですね。するし、まあだからそのために免許取ろうかなとかいうのが一つ。あとまあ海外、聞きたかったです、めちゃくちゃ。なんか海外行ってもいいかなと最近は思ってたりしてて。例えばどういった国に行きたいとか。韓国行きたいですね。福岡から近いっていうのもまず一つと、まあ、韓国のなんか物件とかもなんか結構シンプルでもの少ないみたいなちょっと話が聞いたことあったりして、確かにカフェとかもまさに韓国っぽいカフェって結構ミニマリストの方結構好きですよね。僕もすごい好きでよく行くんですけど、韓国カフェってちょっと無機質なのがコンクリート調でとか、ちょっとメタル無機質な家具を置いたりとか、なんか結構僕韓国のそういう家具とか見るの好きだったり、カフェも好きだしとか、まあ福岡から近いしなとか住んでる、なんか結構移住先としては手頃で、まあそれ帰ってきたくなったらすぐ帰ってこれるとか、東京行くより近いから。そうですよね。っていうのと、まあ、僕が出してる手ぶらで生きようとかも最初韓国で出たんで、韓国語の本出してるし、まあ、結構多分韓国とかでも、まあ、フォロワーさんいたりして、すごいですね。っていう点で韓国でもそういうミニマリストとか持たない暮らしっていうのはまあある程度広まりつつあるなっていうのは感じてたりもするので、すごい、韓国いいなっていう。なんかもっと先の未来とか、もう本当老後とかなんか考えてたりしますか？老後
かなんか最近はミニマリスト支部としてもっとフォロワー増やしたいとか、自分の生活をバンって見せたいっていうよりは、さっきある SSJT とかそうなんだけど、なんか商品をミニマルデザインでやりたいとか、なるほど、不動産をミニマリスト目線でデザインしてみたいとか、自分が売れるってよりは自分が作った作品が、自分が作ったミニマリスト目線の作品がなんかもっと売れるというか広まるみたいな方になんか喜びを感じてたりもするので、なるほど。まあかといって自分の活動を一切ゼロにしてやめる気もないですけど、そうですね。そういった感じですかね。はい。空間デザインやりたいな。それで言うと、渋さんがなんかあんまり多分表ではそんなバッチリ言ってないかなと思うんですけど、インスタのアカウントとかでミニマルデザインな建築物とか、まあそれこそマクドナルドとか、ミニマリストが作ったマクドナルドの店内とか、いやマジですごいですよね、あれ。でもあれ AI で作ってます。そうなんですか。俺別にそういう 3D グラフィックやる技術ないんで、でも今 AI とかで指示出ししたら、例えばマクドナルドの店内を白黒モノトーンでちょっと床の余白を多めに作ってとか指示出ししてやると、まあそこから何枚も写真をなんかこう、十数枚とか出して、そこからこれだと思うものを俺が選んで載せてるみたいな。面白い。さっき言ったチャット GPT とかもそうですけど、まあ僕みたいな専門のテクノロジーがなくても自分の頭の中にあるものを外に出すっていうのはもう今手段として AI がやってくれるようになってる。ある程度もう答えが出てるって結構時代になってるので、なんか何かしら自分でそういった感じで SNS で、ミニマルデザインとかを発信するとか行動にできる人って本当これからの時代ってめちゃくちゃ強いかなと思ってて、はい、ということで今日は、ミニマリスト渋さんにミニマリストの、未来って感じで、お話ししていただきました。ありがとうございます。多分この動画出る時には渋さんのチャンネルで、動画出していただいてると思うので、一緒に公開してるので、そうですね。なのでよかったらそちらもチェックお願いします。はい、ということで登録者数が、12万人ぐらいになったらまたコラボできると嬉しいですね。10万人。いや絶対行かないですけど。行けますね。行かないって言うから行かないです。確かに。頑張ります。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではまた。